はい、どうも皆さんこんばんは、本日もですねサブスタンス 3D 道場の、時間がやってまいりました。本日もどうぞ最後までよろしくお願いいたします。いやちょっとそうですね、2月は結構日にちもですね短いですし、本当は来週のつもりだったんですけど、来週はですね祝日となっておりますので、今週やろうっていう風な感じになりましたね。はい。で今回はですね、2ヶ月前くらいかなに登場したですねリボンパスツールをですねもうちょっと深掘りしてですね、どんどんディテールを描いていこうといった回となっておりまして、内容的には結構分かりやすくコンテンツをですねご紹介させていただきたいので、初級編として、はい、見ていただけるといいのかなと思っております。ただ中身はですね結構盛り込みで盛り盛りで、お届けしたいなと思っておりますので、こんな感じとなっておりますね。はい、本日のポイントですが、こちらゴールはですねプロダクトデザインのモックアップ作成となっております。でそうですね、リボンパスツールをどんどん活用していきましょう。そしてですねペインターの基礎部分であり、ちょっと結構重要な部分であるアンカーポイントやテスレーションなどのですね紹介もしますと。で注意事項ですね、これ私がですねちょっと今回のコンテンツ作っている際にハマってしまったポイントでした。はい、センターラインのガイドを描きましょうといったところですね。そして次がですね、もうこちら便利です。パスツールでのマスク作成、シェイプを使ったマスク作成、それぞれ良さがございますので、こちらの方もですね紹介させていただきます。そしてイラストレーターデータも使ってみましょう。でアウトプットした USDZ をですねビューアーで確認しましょう。こちらはですね iPhone をお持ちの方であればその場で AR でですね iPhone の方に送って、はい、AirDrop とかで送ってね、はい、確認することもできますので、はい、そしてですね最後にe コマース用のイメージ画像までもうついでにですね作っていきましょうといったところとなっております。でこの流れをすることによって全体のワークフローの流れや費やす時間をですね確認することができるなと思っておりますので、はい、そうですね、どこにちょっと時間を使ってしまったとか、時間配分がよりよくできるようになって、ですね、皆様の仕事の効率化とかもですね望めるのではないかなと考えております。はい、まずはですねサブスタンス 3D モデラーでですねこういったラフなモデルを簡単に作成してみました。ここはですねちょっと省略させていただきまして、はい、でその後にですねこういうふうにモデルをですね作成したんですが、今回ちょっとですね美顔器、はい、フェイスケアですねといったところでですねちょっと美顔器を、美顔器の画像をですね Firefly ボードの方に持っていきまして、こういった感じのやつで作成するデザインアイデアをですねボードから、創出しましたと作りまして、で今回ちょっと気に入ったのがこちらの画像となりますので、ちょっとこちらの画像をですね真似してですね作ってみようかなと思ったところで、とりあえずデザイン、ペインターですね、すみません、ペインターでデザインのモックアップを作成するというところとなっております。じゃあそれでは早速やっていきたいと思います。ちょっとですね注意事項とかに気をつけながらですねポイントで説明していきたいと思います。まずはですねこちらパスツール、リボンパスツールをですね描くときがですね、普通にこちらのですねこのレイヤーを追加、こちらを選択してですね描いていくんですが、このまま描きますとですねこうやって白い色でですねちょっと分かりづらいんですね。はい、ですので私はですね、分かりやすいようにこちらをやるときは、普通のマテリアル、カラーのみが入っているマテリアルでですねこういった赤色で作成してますね。でまずはですねリボンパスツール、前回の復習となりますが、こんだけ便利なんですよというのをですねご紹介いたしますね。例えば結構かっこいい水をですねプリセットがいろいろ用意しておりますので、簡単に描いていけるといったものとなっております。はい、ではですねリボンパス、こんな感じですね。ちょっとフェースに、サーフェスにですね沿ってこういうふうに描いていきましょうかね。こんな感じですね。でこの辺りはもうですねつなげちゃっていきましょう。もうマスクをこうやってパスを閉じた状態でこのようにですねつなげていきたいと思います。はい、こんな感じですね。でちょっとこちらはですね今回斜めにラインがなっておりますので、前回紹介したようにですね Y を、ギュッと縮めてそこを水平にするといったところは、部分的にしか
できないものとなっております。ですのでここら辺はねやっておこうかなと思いますね。ここら辺はちょっとまっすぐでありたい。はい、あんままっすぐにならないですね。なんかちょっと時間がかかってあれなんで、ちょっと分かりにくかった部分ですので後ほど紹介したいと思います。これでですね、リボンパスツール便利ですよというのがですね、こちらの右クリックしますと、ここのですねプリセットですね、プリセットにいろいろ、はい、こちらが見やすいですね、ございまして、このですね、硬いサーフェス、こちらをですねクリックするといろいろなですねプリセットがこの中から選べます。で今回はちょっと分かりやすいようにこちらですね、シャッターペインティングラインカット、こちらをですねクリックしています。そうすると、はい、このような感じでですね反映されるんですが、若干ちょっと見づらいのでこちらをですねカラーはオフにしておきますね。はい、こんな感じで結構ディテールが入っております。じゃあ同じようにですねもう1本ですねパスをですね追加していきますね。例えばこうやってこうやってこれもですねつなげちゃいます。はい、でこちらを全部選択しまして、R キーを押してですねこの Y 軸を0にする、その場所に持っていくとまっすぐ、はい、このようにまっすぐになります。はい、で例えばちょっと分かりやすいようにですねこの先ほどと同じですねプリセットが使われているんですが、今回ちょっとですねストロークの幅をこのように広げてですねいろんなプリセットがあるのをですね紹介したいと思います。この中でもこのシェイプがですね今何て言うんだっけな、チャンファーとかかな、読むかな、はいってなっているんですが、こちらをですねグルーブとかにするとちょっともうスムーズなくびれができますね。はい、であったりとかアングルド、ちょっと回んないな、はい、こんな感じだったりしますね。光回してそうですねとかだったり、あとですねシールとか、これはちょっと、先ほどのグルーブの逆みたいな感じですかね。であったり、これをですねシングルボードもダブルもできます。ダブルだと、パスをオフ、こんな感じですね。はい、シングルボーダーだとそっかこういう感じですね。いろいろねあるんですよ。はい、はい、このなんていうんですかね、リボンパス一つでこんだけの表現がいろいろと可能となってくるわけですね。で他にもですねこれ以外にもいろいろとこういった汚れであったりとか、こういったですねグリップナッティングみたいなこういったところもございますので、はい、こういうのでねいろいろバリエーションをつけて、作ると面白いものがいろいろできるんじゃないかなと思っております。はい、こんな感じで私もですねこんな感じでいろいろですねやってみました。はい、でですねこちらのパスツールなんですが、結構今回はですね本当にミラーもできるんですね。こういった感じでミラーリングもできまして、ちょっと新しいパスをミラーで描いていきたいと思います。はい、こうやってですねミラーで、描くこともできるんですが、このようにですねちょっと太くして、分かりやすくしていくと少しですねミラーの良くないところが見えてくるので、これでちょっと色味を色味オフ、はい、でこれでですね目玉ちょっとオフにするとこのような感じでですねちょっと間が空いてしまったりすることがあるんですね、ミラーの場合ですと。ですので例えばこの視点をもうちょっと左に入れてやったりとか、ちょっとですねコントロールが難しいところが出てくるんですね。例えばこういったところだったりとか、こういったバンプ、段とかそうですね、こういったところがあったりがちょっと難しかったりもするので、こういったぐるっと一周回るものは
個人的にはちゃんと閉じたパス、ちゃんと全部パスを描いて閉じたパスで、フィニッシュした方がいいのかなと思っておりますね。おすすめですね。作った後にやっぱりなんかその完成だと思ったらすごいバラバラと細かい汚いところが見えてくるのはちょっとね嫌ですので、はい個人的にこのコンテンツを作ってる時にそれがいろいろ現れてしまったというのがですねありましたので、皆様にはそれはあんまりお勧めできないなというところでございました。でですね、ついでにテッセレーションとかの説明に行きたいと思うんですが、これですね、パス2をですねもうちょっとですね幅広くして、ストロークの幅広くして色味をですね変えていきたいと思います。はい、これカラーをですねちょっと分かりやすく、緑とか、はい、で今ここに段差が横のところにですね段差が見えるかと思います。でテッセレーションがですね今効いた状態になってるんですね。すみません、ディスプレイスメントが今効いてる状態になってるんですね。はい、でこちらが今有効になっておりますので、これは有効チェックを外すとこれまっすぐになります。でこちら有効しまして、ただ今ですね、はい、スケールの量がですね 0.01 なんですが、デフォルトでは、0の状態ですね。はい、0と有効オフは一緒の状態となります。でこちらをですね 0.01 にして、はい、例えばもうちょっと、0.02 にするとどうなるのか、より深くなりましたね。はい、でも今回はポイント01としてこんな感じで、テッセレーションっていうのはですねサブディビジョン、要はメッシュをですね、これローポリで、そこまでメッシュが細かくないポリゴンでですね持ってきましたので、それをディスプレイスメント、このデコボコをですね作る際にさらに細かくしてきれいに見せるというのがですねこちらのテッセレーション、要は細かくする作業、そのサブディビジョンの数をですね3倍、細かくしておりますよといったところがこの3となっております。はい、ですので今1にして、通常の状態ですね、私がそのローポリといいますかモデラーで作成したものを持ってきた状態はこういったガタガタの感じですね。ガタガタの感じとなっております。で2でもちょっとザラザラが目立つ感じですね。ですので、そこまでですね作業に負荷がかからないように3にしているといったような感じでございます。はい、これがですね結構最初に触った時になんかその YouTube のチュートリアルとかも個人で見てて、でそれでなんでみんな同じテクスチャーで凹凸出しててすごい綺麗にいってるのに、なんで自分の場合はこんなガタガタになったり、全然綺麗にいかないんだろうと思った時に結構ここが原因だったりした部分がありましたね。はい、ですので結構ですね基礎的な部分であるんですが大事なところでございます。はい、でそしてですね次ですね、次はですねセンターラインを作りましょう、真ん中のラインを引きましょうといったところですね。今回ですねなんでこれが重要だったのかと言いますと、ちょっとミラーオフにしまして、ここにですね真ん中にこのボタンがあるんですね。でこれ左右対称のオブジェクトですので、じゃあこのボタンをもうセンターにドンと持ってこようと思って、もう本当に目合わせでセンターに持ってきたんですよ。そしたらいろいろペイントをしていって最終的に押しできたと思った時に結構微妙にセンターからずれてたんですね。でそれがすごく違和感となったんで、やっぱりちゃんとセンターは押さえて描いとかないとダメだなっていうふうに気づきました。はい、ですのでセンターは描いておきましょうといったところでして、こちらもですねじゃあどういうふうにリボンパスで描くのか、リボンパスじゃなくても大丈夫です。こちらはですね普通にパツに沿ってペイントで大丈夫です。ただこれだとペイントするときにですね何も表示されません。ですのでミラーリングをですねオンにしておきます。そしてですねここの部分がですねちゃんとつながるようにこうやって、はい、こんな感じでこんな感じでですね引いていくんですね。ラインをこうやって描いていくんですね。
感じでこういう風に描いていきます。どんどんそうなんですよね。これがあった方が後々のですね、変な無駄にね修正をしなくて済むのかなっていうのが思いますね。このガイドがあれば。ちょっと細かくですね描いていきましたけど、描いておりますけども、はい、こんな感じで閉じたパスにしておきます。で同じようにですね、こちらもですね全部選択して R でスケール、そしてですね X 部分をこのようにギュッとまっすぐ、はい、できましたね。でこれでですねこのパスのサイズをですね今10ですので1とかにして、で多分ほぼほぼ、センター通ってるんじゃないのかなと思います。はい、これでですねやっておくと、例えば先ほどのですねこちらのですねシェイプ、例えばカプセルこのシェイプカプセルというですねこちらのですねビットマップを使っているんですが、こちらをこのようにですねポイッと貼っておきます。でマスクにしておきます。でこれでハードネスをこうやって、でレングスこうでスケールをですねこうして、でちゃんとですね多分真ん中に来ているのではなかろうか。若干あれですね Y がでもこれはもうパラメータこっちの投影の方でいじっちゃった方がいいですね。多分回転が微妙にマイナス90とか微妙に違うんじゃないのかな。シェイプカプセル、はいはいはい、これで大丈夫かな。はいはい、そうですね。軸的には若干でもやっぱずれてますね。ですのでこういうのもこんくらいかな。もうちょっと微妙に。少しだけ動いてしまう。こんな感じですね。はい、今ここにですね薄く緑色のラインがあるんですが、これを、これの上下をですね見ていました。見ながら、微調整していました。はい、こうですね。やっぱこれがあるとないとではちゃんとピシッと整体するのかどうかっていうのが、変わってきますので、はい、こんな感じですね。このですねすごく便利なラインになると思いますので、ぜひぜひこういうですね、左右対称のものにですねこういったボタンとかそういったものをですね貼り付けるときはぜひご活用ください。はい、そんな感じでちょっとカンペを見たいと思います。そうですね。でパスツールでのマスク作成、シェイプを使ったマスク作成ですね。はい、こういう感じでですねこのシェイプをですねマスクとして、使っております。今回はですね。で例えばこちらをですねこのシェイプカプセル、ここにですねこちらからですねこれなんていうんですかね、アンカーポイントを追加、これをですね追加しておきます。そうすると例えば今この状態でここですね、今カラーの情報だけじゃないですか。でこれをハイトの情報も加えてこうやってハイトをですねこのようにいじってボンって厚みを出すことができるんですが、例えばこの状態でこのハイトのここが今角がパシッとなってますよね。ピシッとなってるところ、ここですね、このピシッとなってるところをもうちょっとやんわりとレベルイングしたいと、そういった時にですねこちらに対してこのフィルターを追加でブラーを追加するんですね。このように、でこういうふうに柔らかくなりました。なんですがここまではいいんですが、例えばこのカラーの情報もですね
こうやって柔らかくなっちゃうんですね。ぼやっとこのハイトだけを柔らかくしたい。でもこの状態で、使ってしまったら、ブラを入れてしまったら、カラーの方ももうやんわりともうボケが出てきてしまうという風なのがちょっとですね嫌ですので、こういった場合はどうするかと言いますと、このですねアンカーポイントを作りまして、別レイヤーでですねこのアンカーポイントを参照して、そのレイヤーでその塗りつぶしレイヤーで、ボケをですねハイトに対してのボケを追加するといったところとなります。ですのでこの下にあるレイヤーはですね、はい、ブラーはなしのこれあれですかね、シェイプカプセルがハードネスが1になってますね。はい、じゃあ大丈夫なのか。UV の問題か。はい。ですので、この上にですね、もう一つ塗りつぶしレイヤーを追加します。そして、黒のマスクを追加、塗りつぶしを追加。はい、で、こちらのグレースケールの中に、先ほどのですね、シェイプカプセルマスクですね。このアンカーポイントからシェイプカプセルマスク。そうすると今このマテリアルはですね白い情報のみ持っておりますので、例えば色変えるとこんな感じで変わりますね。ちゃんと、参照されてますね。でこちらはですねカラーいらないのでハイトのみが必要なので、オルトを押しながらクリックするとハイトのみになります。でこうですね、最初はこうでいいか。はい。でこれでへこみができました。そうしましたらこちらの塗りつぶしからですねフィルターを追加で、はい、ブラー、はい、そうすると中の色味は、ボケが出ずに、そうですねこうやってハイトの方だけこのようにですねボケが出てるのが分かると思います。ベベルというか角が取れて柔らかくなってるのが分かるかと思います。でもうちょっと見づらかったらですね、もうちょっとこちらのテッセレーション、先ほどやったテッセレーションでですね、このディスプレイスメントのスケールのところをですね、値をこのようにやるとですね、より分かりやすいですね。はい。これがない状態。で、ブラーがない状態で、ブラーがだんだんと加わった状態。こんな感じですね。はい。いいと思います。じゃあ、こちらをですね、再利用しましてですね、このフィルターをここの円をですね再利用しまして、この先ほどの、アンカーポイントか内側にもですねちょっと作ってみたいと思います。で黒のマスクを追加で塗りつぶしを追加の先ほどのシェイプカプセルマスクで、こちらはですねちょっと内側のやつを見たいので一旦緑にしておきまして、ここに対してですね、レベルでいけんのかな。レベルであんまりいけないな。ちょっと待ってくださいね。こちらをそういうことか。ですねこちらに対してちょっとこれどうやってたか見てみましょう。ここのですねボタンの方ですね、カプセルボタントップ、ちょっと待ってくださいね。ここだ、そうですね。でここでそうですね、ベベル入れてブラー入れてっていう感じですね。はい。でですね、先ほどの塗りつぶしレイヤー、ここですね、この緑のところですね。はい。でこれでへこみが出てて、レベル補正じゃなくて一旦ですねこちらに対して、フィルター追加のベベルを追加します。はい。そうするとベベルがですねちゃんとそのディスタンスを、距離をですねなんていうんですかね見てくれるので、こうやってこんな感じで先ほどの、ところから幅広くもできますし幅狭くもできます。はい。こういう感じでちょっとですね
コントロールが可能なわけなんですね。でこの中でボタンがもう一つ内側のボタンがギュッと、飛び出すような形にしたいのでレベルを追加しますね。でこういうふうな感じでシャープにしておきます。はい、でこちらを例えばこちらグリーンになっているのをこちらをですね、インナーとかにしましょうかね。インナーボタン、はい、とかにしましてアンカーポイント追加します。はい、でまたですねマテリアル追加してインナーハイトみたいな感じですかね。で黒のマスク追加の、塗りつぶし追加でこちらからアンカーポイントですねインナーボタン、はい、でここは先ほどと同じように、ハイトのみのこういう感じでこちらに対してまたですねフィルターを追加で、はい、出てますね。ブラーを追加、はい、こういう感じでですね内側のボタンは作っております。ちょっとテッセレーションが大きすぎるかな。ディスプレイスメントですね3にしておきましょうか。はい、で間に、ラインを引いたりしてっていう感じですね作ってますね。でこの中のマテリアルだけちょっと変えたりしてもいいかもしれません。例えばこっちかな、こっちでやった方がいいのかな。メタルラフとか入れたりしてメタリックラフネスとか、はい、こんな感じでこの中身だけちょっとこういう風な感じのキランとした感じのね素材を入れるのもいい感じかもしれないですね。はい、そしてですね今のがこれでですねテッセレーションとディスプレイスメントとかはですねご理解いただけたかなと思っております。そうですね。で次がですねリボンマスクですね。はい、リボンマスク、まずはですねシェイプによるマスクっていうのもご紹介したいと思います。例えば今までって結構そのマスクを描く時って結構大変だったんですよね。例えばですねこちらでじゃあこちらをですね黒色のものをやりたいと思うんですけどこちらをですね黒のマテリアルにしておきますね。で黒のマスク追加でこちらペイントを追加でいろいろやり方はあったんですが例えばこちらですねこのポリゴン塗りつぶしツールこの左側にございますポリゴン塗りつぶしツールですね。でこちらで例えばですねポリゴンこれはチャンクメッシュかこちらですねポリゴン塗りつぶしここでですねこういうふうに選択したりするんですがこんな感じになっちゃうんですよ。違うなコントロール Z でミラーリングオフのこうするとですねこういった感じでガタガタになっちゃいましてそれをですねちゃんときれいにしていくのは結構大変だったんですね。なんですがこれからですね紹介するやつを使えばこういったのがですねこういった、現象からはですね回避できるのではなかろうかといったものとなっております。はい、ではですね紹介いたします。まずですね1つ目がですねこのシェイプデフォルトがこちら、シェイプデフォルトこれですねこちらをですねシェイプを使います。で例えばこれはもうちょっと使い方としては限定的なものになるんですがこのようにですねマスクとしてこういうふうに入れてみますね。で分かりやすいようにハードネスをこういうふうにやっておきます。でちょっとですね 3D の投影がこちら90にしておきますね。はい、いいですね。でこちらをですねもうちょっと大きくしておいてこのままですねこの投影深度というのをですね、投影深度が今 0.3 なんですがこういうふうに上げておきます。はい、でこちらをですねこうやって大きくしておきます。そうするとどんどん
こういった感じで、はい、マスクマスクがですねできるわけですね。こういう風な感じで選べるんですね。でただこれをもっとエッジをラインをシャープにしたいなと思った場合はもちろんレベルを追加でこのようにギュッとギュッとやると、はい、こんな感じでラインをシャープにして、はい、使うことがですね可能となります。ただやっぱりこちらはですね限定的な使い方となりますので、ちょっとねまたこの場合にはすごく使えるんですけれど、もっといいやり方を見つけましたので、それをですねご紹介できればと思います。じゃあこの間のところ、ここら辺ですね、この間のところにマスクをしたいという時ですね、そういった場合にですね、このですね、リボンマスクを使います。リボンマスクを使いますと。でそちらがとりあえず塗りつぶしレイヤー作りまして、黒のマスクを追加から、ペイント追加ですね。でこちらリボンパスにしておきます。でリボンパスでこれもですねこのようにですね、はい、このようにですね、なんかもう答えが見えてしまっている。はい、このように作っておきます。はい、でこちらを選択しまして R を0に、ギュッと縮めますね。はい、こんな感じで縮めます。でもう一つですね、ここの間をですね作りたいので、ここ同じようにこのようにですね、はい、はい、このようにですね描きますね。でこちらをですねギュッとこちらをですねギュッとゼロにしていきますね。はい。でこちらがですね、このリボンパスが今ですねちょっと答えが見えてしまっていたんですが、こちらの基本のところからこのリボンパスのですねグラディエートリニアラインこちらをですね選択します。そうするとこのようになるんですね。はい、でこの方向をですねカスタマイズできるんですよ。それがすごくいいなと思いまして、で今、上方向、画像の方向が上方向となっております。で例えば下にすると逆になってますね。ではこちらにすると、はい、こんな感じになるんですね。そうするとこちらをですね、もうこのですね上の方に、ストロークの幅をこういうふうに持っていって、ただですねパスに沿ってちょっと待ってくださいね。これバランス、そうですね、バランスをこのようにして、ちょっと違うな、先ほどと。そうですね、これだったら大丈夫か。コントラストを、そうですね、はい、このようにですね、ここら辺をちょっといじくりまして、コントラストを1にして、要はこのパスを描いたところ同士でこのですねこのリボンパスのでですねストロークの幅で埋めちゃいたいなというところですね。はい、今回ご紹介したかったのがですので、このパス1とパス2で、はい、埋めていこうということとなっております。このパス2をですねもうちょっとこういうふうにしておきますね。でパス1も先ほどのリボンパス、この基本のですねグラディエントリニア選択して、こっちですね、こっちでもいいかな、こっちか。でコントラストをこう、そうですね、バランスはこうでですね180、逆ですね。はい、こっち、はい、でストロークの幅をこういうふうにしておく。そうするとですね、今まですごく
めんどくさかったところがですね、一気にこのようにですね解決できちゃうというものとなっております。はい。でこちらをですねペイントを、アンカーポイントにしまして、同じようにですねセンターハイトとかにしておきまして、黒のマスク、塗りつぶしですね、塗りつぶし追加のグレースケールのセンターマスク、違う、サークルマスクじゃない、センター、あれちょっと待ってくださいね、リボンマスクでしたね。リボンマスク、これですね。はい。例えばこちらを、配当ですね。こういうふうにしたりとか。で、この中に、フィルター追加でブラーかけたりとか。はい。こんな感じでですね、はい、いろいろとできるようなものとなっております。すごく便利かなと思っておりますので、ぜひぜひ皆様お使いください。なかなかちょっといい時間になっておりますね。それでは次はですね、はい、じゃあイラストレーターのデータもですね、使えますので、こちらもご紹介させていただきます。例えば、ちょっとですね、いろいろとバタバタとやってしまったので、もうちょっとかっこいい感じにしておきますね。センターラインを無視しまして、どれだっけ、これか。はい。ちょっとですね、メタルラフを入れて、そうか。あれにしておきましょう。メタルの、ですね、マテリアルをですね、どれかな、こっちかな。ちょっと入れちゃいますね。おっと。いや、怖い。はい。こんな感じで入れておきまして、ここにですね、はい、イラストレーターのデータをですね、.ai ファイルでですね、準備しておきました。こういう感じですね。道場ロゴをですね、このように持ってきます。はい。で、こちらもですね、先ほどと同じようにですね、アンカーポイントとか作れますがですね、こちらちょっとですね、特殊だったりもしますので、紹介したいと思います。これがですね、私が作ってしまったのが、90、マイナス90で、マイナス90とかかな。逆だ。90。はい。こちらがですね、黒文字なんですね。ですので、こちらをですね、レベルを追加とかで反転して白にしないとですね、アンカーポイントとして認識されないんですね。ロゴ。で、こちらロゴ。はい、ロゴとして作りますね。で、例えば、ロゴ、ハイト。っていう風にしまして、黒のマスクを追加、塗りつぶしを追加の、こちらからですね、ロゴ、道場ロゴ。はい。違う。道場ロゴじゃなくて、ロゴですね。こちらですね。はい。で、こちらで、ハイトして、カラーじゃなくて、ハイト。メタル、ラフ、メタリック、ラフネス。はい。で、こちらに対して、フィルター追加のブラーとかで、こんな感じですね。こんな感じでですね、なんだっけ、SVG か。SVG もこうやってドラッグアンドドロップで読ませますし、イラストレーターの AI ファイルも全然ですね、読ませることが可能となっております。そしてですね、こちらがですね、面白いのが、アートワーク、アートボードですね。はい、アートボードをですね、展開できるんですね。はい、このように、道場と漢字とですね、ローマ字で今回作ってみました。はい。で、こちらを例えば、いろんな場所にこうやってドラッグアンドドロップしましても、こうやってついてくる。もちろん、ですね、こちらハイトをへこませても大丈夫。
こんな感じで、はい、いろいろと遊ぶことが可能となっております。はい、そんなこんなで、ですね、こういったモデルを、マテリアルをですね、今回作成してみましたというですね、紹介となっております。でですね、こちらをですね、作成した暁にはですね、ぜひぜひ、なんか変なのが入ってますね。はい。こちらをですね、作成しまして、これからですね、例えば AR でですね、このテクスチャを書き出してからですね、出力することができるんです。ですので、こちらもですね、出力テンプレートをですね、一発、この USDZ Apple AR を選択していただいて、このですね、書き出しを行っていただきますと、こういったですね、ファイルが出てきますので、はい、こちらのですね、USDZ をですね、USDZ ビューアーというものがですね、フリーでネットにございますので、そこにドラッグ&ドロップすると、このような感じでですね、ビューアーとして360度確認することが可能となっております。ですので、お客さんたちとこういったモデルで今作ってるんですけど、いいですかとか、そういった会話もですね、できるようになるかと思います。はい、そしてですね、ビューアーで確認しましょうと、AR もかということですね。で、最後にこちら e コマース用のイメージ画像まで作成しましょうといったところですね。こちらはですね、今回、ブレンダーとステージャーをですね、使いました。サブスタンス 3D ステージャーを使いまして、このブレンダーでですね、こういった女性はサブスタンス 3D アセッツからダウンロードしたものでして、この持っているものはですね、この今回作ったペインターでのあれですね、はい、美顔器ですね、これをですね、持ってきまして、ブレンダーに入っているですね、リグファイといった、アドオンでですね、結構簡単にリグを組めましたので、それで骨組み組んで動かしてるみたいな感じですね。で、ポーズつけて、で、それをどちらもですね、OBJ としてステージャーに、持ってきたものですね。で、ですね、ちなみにこんな感じですね、ブレンダーの中では。はい。こんな感じで、このエディットのですね、プリファレンスから、アドオンですね。アドオンでこちら、リグって調べると、もう、デフォルトで入っておりますので、はい、で、ここにチェック入れて使っていくっていう感じですね。はい。何回かちょっとやり直したんですけど、3、4回くらいで、慣れた気がしますね。結構、慣れればすごく便利なツールだなと思いました。はい。そしてですね、それをステージャーに持っていきまして、ステージャーでですね、あ、失礼しました。先ほどの画面ですね、こういって、ガイドを外しまして、ステージャーでですね、背景を生成したんですが、こちらはですね、テキストから背景生成で、プロンプトを打ってですね、その、女性が美顔器を持ってリラックスした表情をしている。後ろに金色のシルクが、気持ちよさそうに舞っているみたいな感じでですね、ですね、プロンプトを打ちました。そうするといろいろ画像が出てきた中で、今回はですね、こちらを選びましたと。はい。で、ちょっと、色味をですね、調整しまして、はい。で、こうですね、プロンプトから背景生成をして、その後にですね、こうやってステージャーでレンダリングしました。で、若干ですね、これ少しもうちょっと馴染みが出ないかなと思いまして、Photoshop のですね、ハーモニクス、調和を使って最終的にこんな感じにしてみましたといった感じですね。はい。はい、なんかいつもより結構内容もりもりでお届けいたしましたが、今回ですね、やっぱりその全体のワークフローですね、本当にラフモデルからモックアップを作成して、そのモックアップをじゃあ最終的にどういったものとして活用するかっていうのをですね、ワークフローを一つ押さえておくと、いろんなですね、時間配分ができると思いますので、そこら辺をですね、ぜひぜひお勧めしたいなと思った次第でございました。私もですね、今回このブレンダーのリグファイとかですね、こういった感じの人と重なるステージャーでのレンダリング、結構指とか難しいんだなとか、そういった感じもですね、勉強になりましたので、すごくためになったコンテンツでした。はい。
といった感じでですね、皆さんもぜひぜひこういった、同じ流れじゃなくてもいいんですけど、もしなんかですね、皆様の中でフィットするようなですね、ポイントがあったら嬉しいなと思っております。はい、こんな感じで、またですね、来月もよろしくお願いいたします。それでは、さようなら。